グータラズです。今日はね、キャンピングカーのメーターをね、変えようと思って。あれね、すげえダセいんだよね。すごいダサい。いろいろ加工したんだけどね、見てください。ほら。タコメーターがないんだよね。なんかこの安っぽい商用車感が出てるから、いろいろ探してたんですよ。で、昔の2代目ぐらいのサーフかなのが、形状的に合うんですけど、このね、オートマレンジの表示がないのがいっぱいあって、でね、探しました。世界もんで。やっと見つけた。もうすごい探したんですよね。で、世界もんで、アメリカからね、発送になりました。送料がね、2700円ぐらいで、メーター自体がね、8000円ぐらいだったっけな。意外とね、そんな送料ね、高くなかった。逆に今の時代、国内で買った方が送料高いかもしんないね。そしてこれ見て、この梱包。すごい梱包ね。逆に丁寧だけどね。これ、処理が超めんどくさかったな。しかも静電気で直つくの。あっちこっちにくっついてさ。丁寧なんですけどね、梱包すごい丁寧です。ほんと丁寧。下にもびっちり。海外だとこういうの多いのかなってことでね、どんな現状か、どんな状態か、ちょっと見てみましょう。汚ねえなおい。ばっか見てに来たいんだけどこれ。見て。マジでばっか見てきたね。で汚いね。汚かった。マイルメーターになります。向こうで買ったんでね。で、向こうはサーフがないので、サーフと同じ車種だと、フォーランナーでしょ。あとはね、これフォーランナー用じゃなくてね、T100 のメーターになります。で、エンジンがね、3VZ の E 型っていうちょっとね、日本だと昔のサーフにしか使われてないエンジンで、アメリカだとね、結構多いみたい。その車種がね、フォーランナーと、あと T100 と、結構あるみたいでね。で T100 用になります。たまたまほんと見てたな。たまたまこう、出てきた。で、なんでこれがいいかっていうと、そのオートマ表示がね、出てくるんだよね。出てる。で、日本のサーフ用だと、オートマ表示がなかったんだよな。さっきも言ったけど。ってことでね、マイルこれ18万マイルだから、今ついてるメーターがね、8万マイルなんだよね。なので、オードトリップをね、ちょっとね、一緒にしたいなと思って、オードトリップをね、ちょっといじります。メーターの針はね、フォークがいいですよ。フォークでこう押し上げてクッと取るとね、取りやすいです。で、オードメーターがね、下に見えてくるんで、18万だからね、10のとこ戻しゃいいなと思って。でね、戻しました。8万ちょいだね。同じぐらいの距離です。同じぐらいの距離数に合わせておきました。で、あとはね、どんどん戻すだけですね。で、戻すときにちょっと気になったんですけど、今のキャンピングカーは、その照明、このイルミにしたときに、このアンバー色にしてるんですよ。電球色っていうのかな。LED にはしてなくて、電球の色をわざわざ、このグリーンのね、色が嫌だから、電球につける傘を取って、ただの電球色にしてるんですけどね、このメーターね、電球で色変えるタイプじゃないやつなんだよね。やったことある人わかると思うんだけど、もうメーターにね、メーター自体に色が塗ってあるんだよね。それでグリーンにしてある。トヨタ特有の。これって色変わんねえじゃんってちょっとね、気になってね、どうしようかね、悩んでます。
そうそう、なんで世界モンで買ったか。サーフ用と一緒じゃないのって思うんですけど、まずね、オートマレンジの表示がないでしょ。で、3VZ だからね、V6 になるんですよ。で、日本のやつはね、4気筒とかディーゼルが多いんだよね。なのでわざわざ世界モンで買ったんです。でね、さっき言ってたグリーンになるやつ。グリーンの照明嫌なんでね、削ります。グリーンの色をね、削っちゃう。これもやったことある人いると思うんですけど、これね、やるとき気をつけてください。まあ、ただ色をね、落としちゃいいんですけど、メーターってね、この色ムラをなくするために、このメーター自体に陰影をつけてるんですよ。それ気をつけてください。なので、これやるとね、無駄になりますからね。無駄だって、ムラになりますから。でね、次ね、タコメーターもやります。タコメーターはね、こうやってね、動かしてあげて、針が止まるとこうあります。このゼロのところで外すとね、狂いますから気をつけてください。で、回してあげて、俺はまあ下の方でね、やったけど、回して振ってあげて、止まったところで針を抜いてあげる。でね、この心棒っていうのかな、それね、絶対触らないでください。またずれますから。でね、こちらも一緒にやっちゃいます。そう、このタコメーターのところに、そのオートマ表示があるんで、これを探してたんですよね。ほんとたまたま見つけました。ほんとたまたまだったな。そう、そしてね、これをまたね、どんどん削ってあげましょう。では文字のところだけで十分です。あとはね、見えないっていうか、光を通さないんでね、文字のところだけ、この緑をね、剥いであげます。まあ何回も言ってますけど、これやるとね、色ムラになりますから、気をつけてください。やる人は覚悟して。まあ、色ムラになるけど、それでも緑が嫌なんで俺はやってるだけですけど、色ムラになります。これ結構疲れるんだよね。最初ね、なんかシンナーかなんかで撮ろうと思ったけど、表側のね、表示も剥がれるのが嫌だなと思ったんで削ってます。だいたいね、300だっけな、400万ぐらいかなの耐水でね、磨いてます。で、こうやってね、研いだら、あとは洗っていきましょう。まあね、このピン気をつけてください。止まるピンをね、気をつけて、まあ最初に取っちゃえばいいですけどね。そしてあとはどんどんね、戻してあげます。で、針ですね。さっきつけた針だって。取った針なんですけどね、さっき印つけたところ、ここをこう目安につけてあげてください。で、何回か触れさせて、その印つけたところに戻るかどうかっていうのに確認してください。こうしないとね、結構狂いますから。狂うとめんどくさいんですよね、これね。で、こうやってね、また触れるかどうか見てからゼロに戻してあげる。スピードメーターはね、実はね、なんていうのかな、この針がね、針っていうか、抜けてこなかった？針に刺さってる根元は取れずに、針のカバーだけポンって取れたんですよね。なのでね、スピードメーターはね、印つけてないです。そしてね、フュエルと水温、電圧、油圧、これ系もね、全部緑が塗ってありました。と思って、めんどくせえなと思いながらやります。これね、上にスライドさせるとね、パネルだけ取れますんでね。で、まあ形が全部似てるんで、どれがどの、ね、メーターか分かんなくなるんでね、1個ずつやった方がいいです。俺はね、絶対忘れっから1個ずつやろうと思って。ほら、緑の塗ってあるでしょ？あれが緑に光るんだよね。まあ、昔のね、メーター結構よくこれあるよね。トヨタ系ね。よくあるんだよ、これ。ほら、ほんと文字のところだけね、緑を取ってあげます。では、この時ね、やっぱり針が極力動かない方がいいんでね、あんまりこう針を動かさずにつけてあげましょう。
取るときもそうです。針をね、あんまり動かさないように。で、これ、良かったことがあって、針がね、日に焼けてんの。そう、これ4つ全部やりました。めっちゃめんどくさかった。針がね、さっきの話、針が日に焼けててね、このね、ホキ類のメーターはね、オレンジまだ残ってるんですけど、スピードとね、ほら、タコメーターの針はね、もう日に焼けちゃって白くなってんの。ちょうどかっこいいじゃんと思って。ちょうどかっこいい。ほら。あれね、色白くしたわけじゃないんですよ。日に焼けてんの。超ラッキーだって。これはね、時間がね、カスタムしてくれた、いいね。こういうカスタムですわ。時間がカスタムしてくれる。西へのロマンかもしれない。なんつって。ってことでね、今日はちょっと長くなるんで、メーター自体を加工するっていうところだけで終わります。実際ね、これ、タコメーターが欲しくて探してて、で、たまたま見つけて、オートマレンジの表示もね、出るやつを探して見つけたんですけどね、実際ね、これがね、つくかどうか分かりません。加工したけどね、まずこの時点でね、つくかどうか分かりません。自信はあります。だって、コネクタの形一緒だったんだもん。もうこれいけるっしょと思ってさ、ウハウハでやってます。次回ね、取り付け編やるんですけど、なかなかに大変でした。ってことでね、本日はこのメーターの加工編、果たして次回はつくのかどうか楽しみにしておいてください。本日もご視聴ありがとうございました。よろしかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。